どうもデルです。今回は、ドゥームスデイのヒーロー攻略ということで、ルイのヒーロースキンが実装されたので、これまでと比べて、どのくらい強くなるのか、性能比較をやっていこうかなと思います。いやー、ついに来ましたね。ルイの新スキン。もう初のヒーロースキンということで、気合も入ってて、注目度も高いと思うんですけども、一応先に、そもそも、ヒーロースキンとはというところをご説明させていただくと、先日のアップデートで実装された新要素で、これまでのシェルタースキンや行軍スキン同様に、ついにヒーローにもスキンが追加されました。ヒーローのスキンを入手することで、こちらのスキンバフ、今回の類で言うと、2%の射撃の攻撃バフを獲得することができて、なおかつ、そのヒーローのスキルを強化することができます。で、そして、私は、前回の動画で、このスキンを取るために、こちらの、フォーチュンダイス回しまして、だいたい4万5000ゴールドほどで入手することができました。前回のフォーチュンダイスを回した動画は概要欄のリンクに貼ってますので、まだご視聴いただいてない方はぜひご視聴いただけると嬉しいなと思います。そして、このスキンを入手することで、ルイがどのように強くなるかというと、まず、レイジスキルが強化されます。ルイのレイジスキルのダメージ係数、覚醒前だと1万で、覚醒後だと、1万2000のダメージ係数だと思うんですけど、覚醒することで、スキンを入手することで、ダメージ係数が、1000増加します。レイジスキル発動時、そして、レイジスキル発動時に3秒間の獰猛状態というものに、突入して、攻撃力が10%アップ。そして、攻撃してる部隊が、20%以下の、部隊規模になった時に、10%の追加ダメージを与えます。で、まず、ダメージ係数が1000上がるのは普通にいいですね。ルイはスキルダメージで削っていくヒーローになりますので、その大元となるレイジスキルの火力が上がるのはかなり効果が大きいのかなと思います。で、そして、この獰猛状態、こちらなんですけども、簡単に言えば火力アップですね。そして、瀕死の敵に追加でダメージを与えられるようになります。ただ、この追加ダメージは、あまり意味がないと思いきや、これ、ラリーだとかなり活躍します。ラリーって、ラリー時間が長くなるにつれ、相手の駐屯部隊が少なくなりやすいので、20%未満ってそこそこなりやすいんですよ。なので、野戦ではなく、ラリーで、輝く効果なのかなと思います。で、また、攻撃アップについてなんですけど、これ、確かに、攻撃が上がるのはいいんですよ。ただ、ルイって、アシスタントで使うことが多いヒーローなので、そうなると、この攻撃アップを乗せた状態で、レイジスキルを当てることはできなくて。なので、
この攻撃バフが乗って戦えるのは、通常攻撃とカウンターダメージのみになるということで、普通の攻撃アップ効果よりはかなり弱くなってしまうのかなと思います。また、第3スキルが強化されまして、獰猛状態の時に基本攻撃時40%の確率で1000ダメージ係数で、回復できるようになります。これ、悪くはないです。ただ、これ強いかと言われると難しくて、ラリーの時とかだと、ちょっとは効果あるかもしれないんですけど、そこまで大きな効果ではぶっちゃけないのかなと思います。ただ、一つ、フォローできるポイントとして、カモネットですね。カモネットのレアスキル。こちらを、こちら、回復効果を受けたときに、レイジ獲得できるスキルになるんですけど、こちらのレアスキルを解放して、ジュリア・ラリーを打つ際には、このカモネットのレアスキルの発動頻度が上がっていく上がりますので、かなりこのスキル、強くなるのかなと思います。そして、こちら、ハイブでテストラリーしたレポートになるんですけど、本当に、そんなに変わんないです。で、ルイのレイジスキルのみで比較すると、まず、こちらが、スキンなしの状態で、打ったスキルで、スキルで与えたダメージが2452。これ最初のダメージですね。そして、スキンありの、状態で、最初に与えたダメージっていうのが22,156。なので、8%くらい、ダメージが上がってますね。ただ、これ、レイジスキルって、リーダーとアシスタント、どちらも発動しますので、部隊全体のダメージで考えると、4%に満たないくらいですね。ただ、それに加えて、獰猛状態のバフ効果などもありますし、あとは、こちら、普通のスキンバフで、射撃攻撃2%つくので、全部ひっくるめて、このスキンを解放することで、ルイの部隊が5%ほど強くなるのかなと思います。で、そしてこれ、取るべきかなんですけど、射撃メインでやってる方なら、ありです。ただ、これ、フォーチュンダイスの副産物が美味しいとはいえ、値段が値段かつ、類をあまり使わない人、射撃ラリーや射撃中等をしない人ですね。その方にはあまりお勧めできないのかなと思います。一応スキンバフで射撃攻撃2%つきますけど、それ以外って、類を使わないと、効果ないので、ただルイは、彼の範囲攻撃とスキルダメージバフが、もうこれ強すぎるんで、これからも最強ヒーローの一角に君臨し続けると、思いますので、射撃をメインで育てていかれる方は、このスキン、取っていくのも、全然ありなのかなと思います。で、正直、私が今、ジュリア類部隊を5%強くしようと思った時に、攻撃バフベースとかで考えると、だいたいもう15%とか20%とか上げなきゃいけないんですよ。ただ、それって正直5万ゴールド使っても全然上げれなくて。このゲームって T6 を解放して
回のレジェンドの兵装を星5にする。それでも、めちゃめちゃに大変なんですけど、その後に強くなれるものっていうのが限られすぎてる以上、そこからちょっとでも強くするのって、もう本当に地獄みたいな大変さなので。なので、回のレジェンド兵装が星5目前だったり、今、上位レジェンドを育てつつ、赤の生成ステータスを出すために、ステータス厳選、頑張っている方は、もちろん、課金は、各々のペース、無理ない範囲でという前提はあるんですけども、本当に副産物も、かなり美味しくて、乗り物も強化できますので、かなりありなのかなと思います。逆に、射撃メインではない方や、まだ、回のレジェ兵装を星5にするのが先になりそうな方は、今後の今後もヒーロースキン、追加されていくと思いますので、ご自身が特化されている陛下のスキンが、実装された時や、まずは、回のレジェンド兵装を育てていただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？初一層のヒーロースキンがルイということで、ちゃんと現役バリバリのヒーローなのは、めちゃめちゃいいですね。ただ、今後、ヒーロースキンがないと、ルイが使えなくなるとか、そういう必須級の性能ではなくて、別に、スキンなくても、ルイって全然最強クラスなので、そこは安心していただいて、良いのかなと思います。なので、射撃特化の方や、高みをどんどん目指していきたい方が、取っていく感じになるのかなと思います。はい、ということで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。